こんにちは。お久しぶりです。在庫消費活動という活動を1年前動画にしてから早1年が経ちました。ちょっと期間が空いてしまったんですけれども、また再開していきたいと思います。今回のターゲットはこちらの毛糸たちです。カラーボックスの1段に収まるぐらいたくさん編まれる方から比較すると少ないかなとは思うんですけれども、小物類を作ることが多いので少量ずつしか減らない上に編み物ブームがこうなるタイプなので、かなり古いものが積み上がってしまっているので、こちらを消費していきたいと思います。もうすでに編み始めていて、ブランケットを作ろうと思っています。夜車に乗る時とかに子供たちが寒いっていうことがあって、家のブランケットを持っていくのを毎回忘れてしまうので、もう車用に専用に置くように作ろうと思います。編み方はクリアクラフトさんの編み方を買わせてもらっています。概要欄にリンクを貼っておこうと思うので、作り方はそちらを見てください。クリアさんが編まれたのは配色がすごく素敵で、紫系かな、紫系で、私もちょっと真似して紫と青系のものを取り出してみたんですけど、ちょっとクリアさんみたいにセンスよく配色できるかわかんないんですけれども、配色のアドバイスも動画で話していらっしゃるので、そちらを参考にして頑張ってみようと思います。1段目はですね、メランジのグレイッシュブラウンという色を使っています。2段目がこちらもダイソーさんの商品ですね。アクリル毛糸のアイボリー。3段目4段目が同じくアクリル毛糸のライトベージュを使って今4段目まで編めました。このブクブクした模様がとっても可愛いです。編み進めていきたいと思います。でこの続きをミストヤン、これ結構昔の糸なんですけど、今ミストループっていう代わりの糸が出てるのかな、こちらを使おうと思うんですけれど、ローズンブルー、これは細い糸なので引き揃えていこうと思うんですけど、ちょっと3玉あるんですけど、昔これを同じのを引き揃えて編もうとしたらなんか絡まってうまく編めなくて、私の技術ではちょっと他のものと引き揃えようかなと思います。4玉あった。太さ的にはちょっといまいちわからないんですけど、これがいいと思うんですけど、色的にはなんかグレーの方がいいような気がするけど、こっちでいこうかな。このダイソーさんのメランジウールブレンドのアイボリーと引き揃えようと思います。ミストヤンの色が出るかな、遅いかな、まあいいか。ちなみに数が合わなくて、もうすでに無理やりここに細編みを1個入れて目を増やしたりしています。とてもいい加減です。どうかな、ちょっとなんかここの色とあんまり合わない気がするけど、まあ編んでみます。なんか急に明るい感じになってしまって、こう他の編んだら落ち着いて見えるかな。こちらはパンドラハウスさんで購入したアクリルの波ぶどうです。ちょっとなんていうか、その辺は編み進めてみないとわからないんで編んでいきます。なんかその辺がなんか想像力が働かないっていうか、こうあまりイメージを頭の中で作ることができないんですよね。本当はこういう感じの薄い水色にしたかったんですけど、これだと細すぎるし、なんか引き揃えてみても変な感じになるし、なかなか難しいですね。このために新しく糸を買ってくることだけはやめたいと思います。糸端が2本同じところに入ってて絡まってるっていう珍しい現象が起きています。
このさっきの水色の続きがダイソーさんのグラデーションラメです。色がライトブルー、2020年に購入したものです。この次がメランジのモーキーパープル、そして一番最後の色が同じくメランジのネイビーです。作り方の動画ではこの一連を3回繰り返されてたんですけれど、ちょっと糸の都合でこのベースの糸が足りなくなりそうだったので 2.5 リピートしています。出来上がりサイズは 90×55 センチになりました。でちょっと横幅が狭かったので縁かがりを横幅55センチの方だけ無理やりこの色3段にしたりしてちょっと調整しました。最初の方をこのアクリル毛糸の次にこのグラデーションラメをやったら色がつなげてかぶってしまったので、次は間に紫を入れて離してみたりしました。紫を持ってきたんですけど途中で足りなくなって途中からグラデーションラメになったりしています。ここで最後ちょっと紫を使ってしまったので、これをグラデーションラメにしていたら紫が足りたのになとか、ちょっとそのあたりの計算がうまくいかなかったです。ではあとは糸処理をして完成させたいと思います。そうだ、その前に在庫消費として銘打ってこれをしていますので、どれぐらい使用したか見ていきたいと思います。毛糸はグラムで管理をしています。この毛糸はこれもですね、メランジのネイビーが途中で足りなくなってしまって似た糸を使っています。これがですね、ダイソーさんのクワトロという330円商品の去年買った糸なんですけれど、4色入ってる毛糸のセットでこの濃い紺色を使いました。こちらが 8.7g 使っていました。こちらは1玉使い切って2玉目です。こちらが余った毛糸たち、使い切った毛糸たちです。使用した毛糸の量は 393g、 814m でした。さてここからさらに消費に勤しんでいきたいと思います。こちらの柄が素敵だったので、これをもう少し簡単にパンチニードルで柄を出して出せないかなと思ってパンチニードルで再現してみようと思います。準備するのは消費したい毛糸と、本当はブランケットと同じ毛糸で作りたかったんですけれど、ちょっと思いのほか消費したので新しく別の毛糸を準備しました。それからニードル、こちらはクロバーさんの 5mm だったかなのニードルと、こちらはセリアさんで買える真ん中の太さのニードル、ちょっと細い毛糸があるのでそちらはこれを使おうかと思います。クロバーさんが新しく出された 3.5mm のニードルだったらそちらが使いやすいんじゃないかなと思います。それから少し粗めの生地、こちらは綿麻の生地になります。 Amazon で買えるものです。概要欄に URL を貼っておこうと思います。セリアさんで購入できるこういったパンチニードルの専用布でもいいかなと思います。この毛糸だったらこちらの方が中細毛糸と刺繍糸用とこれぐらいの布の方がやりやすいかなと思います。それから最後ポーチにしようと思うので、これもまたたくさんある10センチのファスナー、それから刺繍枠と台ですね。台を持っていないのでテープ類で台を代用します。そしてですね柄を出そうと思って図を描いたんですけど、ちょっといろいろずれてしまってよくわからないことになったので後で図を載せておこうと思います。布が貼れなくなるのでこんなに端っこに描いてはいけません。少し真ん中に描いてください。ここが細編みの部分、ここが模様の部分になります。ダイソーさんのアクリル毛糸グレー、横
こにずっと刺していきます。2、3段刺したら最後の段は1つ飛ばす感じで少し間隔を空けて刺します。こちらの 1.5 センチ幅の方はまず1つ3分の1ぐらいのところにコマ代わりのこのストッパーをつけて一目開ける感じでちょっと飛ばし飛ばしで刺します。この 0.5 センチのところを避けるようにして隣も同じようにして飛ばし飛ばしで刺します。あら、落ちてきちゃった。よいしょ。そうしたら一旦毛糸を抜いて切ります。一旦表側にひっくり返してコマを外します。このままだと机に針がついちゃうので斜めにしてやります。深い台があるんだったらそのままで大丈夫です。そしたらこの後ろからループができていないところ 5mm のところに針を刺してこのループをまたぐように少し糸を伸ばして次の隣の一つ飛ばした 5mm のところに刺します。そしてその隣にもう一回刺してまたこのループをまたぐようにして次の 5mm のところに刺します。これを繰り返します。隣に刺してまたいで刺す。1列刺したら1つ上に進んで今度は反対方向に同じように繰り返していきます。このようにしてこういった模様が出来上がります。最後まで刺したら裏に返して裏の糸を引っ張らない気をつけてちょっと余裕を持たせて表の糸を裏に引っ張ります。裏で糸をカットして引き抜きます。最初の毛糸も忘れてたんですけど裏に持ってきておきます。一旦できたんですけれどこのミストヤーンが布との相性が悪いのかも抜けてきてしまって
と上の段ではデザインから外しました。これはちょっと一回ほどいて、とじ針で模様を出していこうと思います。ふんわりになるように引っ張りすぎないようにしています。こっちの狭い方は一旦バックステッチみたいにして返してギュッと引っ張っています。また長い方はふんわりになるようにして細いラインの方に一目取ってわっとなるように糸を引きます。続けていきます。というわけでこんな感じにできました。表に出ている糸を裏に返していきたいと思います。表が整えられたので、次は裏を向けてあんまり長い糸は切っていきます。カットができたら裏に接着剤をつけていきます。これはエチレン酢酸ビネネ樹脂で、洗濯にはあまり向いていないので、洗濯とかがしたいんでしたら裁縫上手とかがいいかと思います。このまま一晩ほど乾かします。それでは乾いたら縫い代線で生地を切っていきます。枠にはめるっていうことをすっかり忘れてて、ギリギリに書いちゃってほつれて大変なことになっていますが、もうこのままやっちゃいます。サイズを測っておきます。 26×13.5 センチ、縦横それぞれ1センチ短い 25×12.5 センチの内布と10センチのファスナーを1本準備しました。ファスナーの端を処理します。端をまっすぐ後ろに折って斜めに折り返して針と糸で留めます。あと3箇所同じようにします。4箇所縫えました。それでファスナーをつけていこうと思うんですけど、結構モコモコしちゃってうまくつけ
けられないかもしれないです。これはひっくり返せなさそうなので、内布から先につけたいと思います。ファスナーの裏側の中心と内布の裏側の中心を両方裏側が見えるようにして合わせます。縫っていきます。ミシンがあればミシンでも全然大丈夫です。反対側も同じように裏と裏が見えるようにして縫い留めます。内布を中表になるように合わせて、サイドを1センチの縫い代で縫います。表布の方も中表に合わせて、サイドを模様が綺麗に見えるように、1センチの縫い代をついてるんですけど、模様が綺麗に見えるように縫っていきたいと思います。ファスナーのところはこういう風に縫い留めようと思います。反対も同じように縫います。ファスナー付きの内布をこの中に入れて、それぞれの真ん中を合わせて縫い代を中に折り込みます。ファスナーのこの線上あたりを縫っていきます。祭り縫いかこの字とじにしようと思うんですけど、この字とじの方が慣れてるので、この字縫いで縫っていこうと思います。完成です。モコモコで可愛く仕上がったと思うんですけど、
一部ちょっと毛糸が浮いてきちゃって、毛糸によって浮きやすいのがあって、そこはちょっと工夫が必要かなと思いました。あとちょっと高さ出しすぎたな。ちょっと結構モコモコしてるんで中が狭くなっちゃうんで、ちょっと縦横比は今度はもうちょっとちっちゃいのにしようかなと思います。